それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、最近あの人冷たくなったというのをテーマに見ていきます。なぜか理由はわからないんですが、あの人が冷たくなった気がする、そんな思いを抱えた方向けのリーディングです。よろしくお願いします。今回は4択占いです。1番をお選びいただいた方、こちらのカードです。ではタロットカードを展開していきます。今回は段階を踏んで見ていこうと思います。まず最初に、お相手の現状やお気持ち、そしてなぜ冷たくなったのか、そしてその後にこれからあなたとどうなっていきたいのかっていうのを段階を踏んで見ていきます。まずは冷たくなった理由からタロットもらっていきます。あの人が冷たくなった気がする。理由はわかるなっていう方もいるかもしれませんし、なんだろうな、何かわからないけど最近冷たくなった気がする。様々な思いを抱えた方いらっしゃると思います。あの人が冷たくなったのは気のせい？それとも何か理由がある？っていうところですね。なぜ冷たくなったのでしょうか。まずは1枚タロット見ていきましょう。あの人が冷たくなった理由はエンプレス、女帝のカードです。ここから見るのは、そうですね、なんかこう冷たくなったっていう自覚というか、この方の中であなたに対して何か理由があったから冷たくしているとかではないと思うんですね。エンプレスっていうのは豊穣、豊かさとか美しさを表します。ですので、お相手の中でやはりあなたっていう存在がしっかりと際立っていると思うんですね。なので、もしかしたら気のせいっていう可能性があるかもしれません。理由、そうですね、何かこう1枚、もう1枚ね、念のためノルマンで1枚出してみましょう。あの人が冷たくなった理由、それはどこか理由があるのかな、それとも気のせい、1番さんの気のせいなのかなっていうところで、もう1枚ください。どうでしょうか。あの人に尋ねていきます。23番、ネズミ。これはストレスを表します。あなたとの間に、あなたに対する愛情はあるんですが、ストレスがかかっているかもしれない。多分、この2枚を組み合わせて読むのであれば、他にストレスがかかるようなことがあるというよりは、あなたとの間においてこれからどう進めていけばいいのかなとか、または素直になれないとか、ここに愛情はあるんだけれどもそれをうまく表現できないこのもどかしさ、そのようなことを感じます。なので、またはその振り向いてもらえないからやきもきしちゃうとか、少しこう曖昧な関係だったりとか、駆け引きしている最中で本当は両思いなのかなって向こうも不安に思っていたりするのかもしれません。ただあなたに対する思いっていうのはここにしっかりとありますから、このストレス、不安とかね、そういう原因、心が、寂しさだったりとか、少しネガティブ寄りな感情ですねになってしまっている。そうですね、そこをもう少し紐解いていこうと思います。そして今回オラクルカード事前に引いていて、ここにそのジプシーカードを出していますので、冷たくなった理由と、あとお相手のお気持ちですね、こちらが冷たくなった理由でブレッシングオブラブ。ジプシーカードはあの人の気持ちのテーマで1枚出しています。まずはブレッシングオブラブから見ていきましょう。執着というカードですね。お相手のその冷たくなったのはなぜっていうところで、執着プラス不安とかストレスを表すネズミのカード、そして豊かさ、美しさ、あなたに対する愛が込められている女帝のカードと、このように出てきています。ではジプシーカードはどうでしょうか。こちらはお相手の今のお気持ちっていうところで、このカードは明るさっていうのがテーマなんですね。あなたと楽しくお話ししたい、コミュニケーションを取りたい。これはまさしくその乾杯カードって言って飲食なんですよ。飲み会をしたりとかお食事したり、お食事デートなんですね。そして加えて女帝のカードも出てきているので、あなたを誘いたいけど誘えないような状況でストレスを抱えていたりとか、または中にはデートしていて、その間であなたとの間に不安に思うようなことが出てきたとか、そういうこともあるかもしれません。ただその見ていると明るさとかで、反面ストレスっていうのもあって、愛情とストレス両方抱えているような状態、少し複雑な様子っていうのも見受けられるかなと思います。そこで詳しくタロット使ってみていこうと思います。
はい、ではこの4枚で見ていきましょう。ワンドのエース、ソードの2番、ワンドの8、そしてカップのナイトのカードですね。はい、ということで、これはその近未来、良い流れになっていく結果になっています。今お相手が不安に感じていること、少しストレスを抱えているようなことも解消されるというふうに出てきています。流れに今うまく噛み合っていないんだっていうのが伝わってきますね。まずはあの人のお気持ちっていうことで、こちらのジプシーカードも合わせながら見ていこうと思います。この明るさっていうカードですよね。あの人は普段笑顔の多い方なんじゃないかなと思いました。あの人は今少し気持ちが不安定なのかもしれないっていうのは、このネズミのカードで出てきています。そして明るく振る舞おうとしても、実は心の中で元気が出ていないっていう時なのかもしれません。なので表面上は明るく振る舞ってるんだけど、心の中は不安でいっぱいだよとか、ストレス抱えてるよっていうような状態なのだと思います。あなたといると安心できるっていうのは入ってきてるんですね。女帝のカードも出てきていますし、ここのワンドのエースもそれを表しています。湧き上がってくる、高まってくるモチベーションとか情熱っていうのを表していますから、あなたに対するときめきとか胸のドキドキっていうのは感じているんだけれども、その反面で心の奥底では不安。ただあなたと一緒にいると安心できる、その両方の自分とせめぎ合っているような状態。もし今あなたがお相手が冷たくなった気がすると思っているのであれば、あの人が素の自分を出してしまっているからなのかもしれません。冷たく感じていたとしても、それは信頼のサイン。あなたの優しさがあの人にもう一度笑顔を届けることができると思います。ツンデレという感じもしますし、自分の中で抑えているとか、あとはいろんなパターンがあるんです。ただこの表裏があるなというふうに思いました。表裏があるっていうことです。表上は明るく振る舞っていても、心の中ではストレスや不安でいっぱいだったりとか、自分の気持ちをセーブしているっていうのがもう入ってきていますね。それで調和を図っていますというのが出てきているんです。あなたに対する愛の気持ちがある、あなたから愛されているなっていうような視線だったり愛情を感じているんだけど、ここでセーブをかけているっていうような状態ですね。表向きはお友達としてとか仲間としてみんなで楽しくやってるんだけど、心の奥底では複雑な気持ちが絡んでいるんじゃないかなとも思いますね。対応しきれないとか、この関係どうバランス取っていこうとか、課題になっているところにワンドの8のカードなので、物事を急激に動かしていくべきではないとは思っています。この方はセーブしている状態なので、情熱なままに駆け抜けるわけにはいかない。そして自分の心の整理をしながらしっかりと臨んでいきたい、進めていきたいというところです。近未来のところのこの方の動きでカップのナイト、つまりはあなたに向かって誠実な思いや優しさを見せていきながら向き合っていきますとか、アプローチしていきますっていうことが出てきていますから、このストレスはこの方の中で解消されていくんじゃないかなと思うんですね。ではなぜあなたはこの方のことを冷たくなったっていうふうに感じているのか。それはこの執着っていうカードで出てきています。これは手放す勇気が次の一歩に変わるということを教えてきてくれています。あなたの中で過去の思い出や言葉にまだしがみついてはいないでしょうか。気がつかないうちに前はこうだったのにと比べてしまっているのかもしれません。両手いっぱいに過去を抱えていたら新しい気持ちは入ってきません。あの人が冷たく感じるのは変わろうとする流れの中にいるからです。少しだけ力を抜いてあなたの心も軽くしてあげましょう。あなたの中でも詰まってしまっている思いがあるのかもしれない。前はお相手とうまくいっていたのにって過去と比べている。今はなんで違うんだろう、前はこうだったのにとか、いろんな様々な変化の流れがあって、その中でお互いが考えなきゃいけないなっていうところにいると思うんですね。お相手ももちろんあなたのことを考えてはいるんです。そしてわざと冷たくしているってわけではないんですね。ただし心の奥底では不安や葛藤、ストレスっていうのを抱えているので、やはりその自分の思うままに好きだっていう気持ちだけで突っ走るわけにはいかないなっていう思いではあります。このセーブをかけているっていうのがあるので、もしかしたらお二人の間では素直に積極的に進んでいけないような関係性とかかもしれませんね。ここでセーブ、それによる調和っていうのが入ってきているので、ではあの人はこれからどうなっていきたいのっていうところも詳しく見ていこうと思います。タロット使っていきますね。あの人がそうですね、
冷たくなったのはっていうふうに聞くと女帝のカードなので、そんなことないよって、多分あなたに原因があるよっていうわけではないと思うんですね。この方の中でのことだと思うんです。自分の中で考えちゃうんだ、急に関係性を進めるのも何か違うなと思うし、今の関係性を大きく変えようとするのも今はその時じゃないんじゃないかって思うんだっていう風に伝わってきます。急激に物事を進めるべきではない、今はゆっくりと育んでいく、そしてこのモヤモヤをなんとか解消させなきゃなっていうことは考えていると思うんですね。これからどういう風にしていきたいのか、ペンタクル8なので、やっぱり今の関係性を育んでいきながら、このままね、毎日日々やり取りする、これコツコツと続けるっていうことなので、あなたと連絡を取り合ったりとかコミュニケーションを交わしていきながら、このままね、関係性を構築していきたいんですっていうのが入ってきていますね。この乾杯カードもお相手の気持ちとして入ってきているので、今そのお相手とコミュニケーション取れていますという方は、そのコミュニケーションをずっと続けていきたい、冷たくしているわけではないよっていう風に出てくるんですね。じゃあこの不安っていうのは、ストレスっていうのはどこで入ってきてるのかなっていう風に見ていきましょう。ソードの2番も入ってきてるので、そうですね、お相手の中でちょっと我慢しなきゃいけないなとか、自分の気持ちを抑えて今の関係性続けていかなきゃいけないなとか、そういうことは思っていると思います。ストレスの原因なんでしょう。1枚見ていきます。ペンタクル10です。これはチームワークだったり、そして受け継ぐ継承とか長く続くものとかを表しています。つまりは今のあなたの関係性、多分毎日会うような関係性、会おうと思ったら公の場で会う、同じチームの中にいる、分かりやすく言うと職場の中の関係とか、それを壊すわけにはいかないなっていうふうに思っているところがあると思います。原因としては、長く今まであなたとお付き合いしてきたからっていうのがあるんです。お付き合いっていうのは恋愛的な要素ではなくて、チームワークですねとか、ご家族っていうのもここに入ってきているので、そのあなたとの関係性でだけではなくて、このご家族っていうキーワードがここに入ってきているかもしれません。ご家族のことを考えると、ここ気持ちセーブかけなきゃいけないなっていうふうに思っていたりとか、これは一部の方に当てはまるかもしれません。あとは周りの方ですよね。職場の方とかチームのことを考えると、自分たちの世界に浸るわけにはいかないんじゃないかとかね、そういうことも考えてるんじゃないかなと思います。これがストレスの原因として入ってきています。ペンタクル10です。そしてあなたと長くお付き合いをしていくためにもっていうことも考えてると思うんですね。もし恋愛関係になってしまったら、今の関係じゃどうなのって、その公の関係性ですね、職場としてのお付き合いはどうなっていくのっていうのを考えると、やっぱりここは急激に進めるというよりは、自分の気持ちを内に秘めていくような、そういう流れになっていくのかなとも思います。ただ近未来はカップのナイトが入っています。なのでデートしましょうとか、日々のやり取りの中でこのお相手からのお誘い、デートじゃなくても声をかけてもらうとか、あと今日はこういうことがありましたよねとか、長くお話ができたりとか、あなたの中で嬉しいなって思うようなお相手からのアプローチ、お声掛けがあるんじゃないかなと思うんですね。連絡が来るとか、話しかけられるとか、デートに誘われるっていう方もいると思います。それぞれの関係性で今当てはめてください。ということで、これからどうなりたいのっていうところをまた出していこうと思います。今度はルノルマンで出していこうと思います。あなたとこれから先、そうですね、お相手はどうなっていきたいのか。ペンタクル8も1枚出していますので、日々の関係性をこのまま続けていきたいっていうのは伝えてきてくれてるんですね。できるだけ良い感じ、良い流れで続けていきたいって。もしかしたらこの方の中であなたを思う気持ちをセーブしているのは、この日々の関係性があるからっていうことなのかもしれないですよね。というふうに出てきました。ルノルマンどうでしょうか。16スターのカードです。でもそれでもあなたのことを思い焦がれているんです。これからどうなっていきたい、やっぱり夢見ている、スターは希望とか理想、夢を表しています。少し遠い未来になるかもしれない。だけどこの方の中でロマンチックにね考えていますね。あなたのことを日々思っているんですよって。カップのナイトっていうのも、アプローチとか告白とかも言われてるんですね。ロマンチックなカードです。自分からそれを誠実に気持ちを伝えに行くんだって。
遠い存在かもしれない。で、中にはあなたのことを憧れの存在として思っているかもしれません。自分には手が届かない相手だと思っていた。だけど日々こうやってあなたと過ごしていく中でどうしても惹かれてしまうんです。だから少しでも近づきたくて、自分から同じ社内で飲み会しませんかっていうふうに誘ってみたりとか、あなたに今日もお疲れ様ですねっていうふうに声をかけてみたりとか、そのように少しずつアプローチしていこうっていうふうに思ってるんじゃないかなと思います。すごく心が純粋な方、すごく笑顔が印象的だと思います。よく笑うとか笑顔が素敵とか、あなたの中でもこの人の笑顔を見ると安心できる、ホッとできるとか、楽しい気持ちになるとか、そういうね、共感する気持ちっていうのが伝わってくるんじゃないかなと思います。これからどうなっていきたいのか、こちらのオラクルカードも一緒に見ていきましょう。トランプは7という数字があるので、ラッキーナンバーは7番です。あとはこの、エネルギーというオラクルカードですね。あなたとこれからどうなっていきたいのか、まずはあの人は今心のコンディションを整えているところというのをこのカードが伝えてきてくれています。そうですね、ネズミのカードも出てきていたので、あの人は最近少し疲れているのかもしれません。自分の気持ちやエネルギーを立て直すための時間が必要なようです。でもあなたの優しさや明るいところというのはあの人にとって本当にありがたい存在です。だからこそこれからは一緒に前向きな空気を作っていきたいとあの人も心のどこかで思っているようです。あなたの笑顔が2人の未来に光を差してくれるでしょう。あなたがお相手の笑顔を素敵だなと思っていると同じように、お相手もあなたから希望っていう光をもらっているよっていうことを伝えてきてくれています。そして2人で一緒に朝日明るい方へ向かって行きたいよねっていうのがこのカードが伝えたいことなんですね。そしてラッキーカラーはこちらブラウンを採用していってください。茶色。そしてラッキーナンバーが7番です。ここで開運アクションをお伝えしていきます。開運アクションはあなたが今までコツコツと重ねてきた努力がついに今形になり始めているよっていうことをこのカードたちが全て伝えてきてくれています。今はまだ小さな芽のように見えても、それは確かに成長する兆しです。焦らず自分のペースで進んでいってください。まるで丹精込めて育んできた作物がようやく収穫の時期を迎える準備をしているように、あなたの頑張りが報われる日はもうすぐそこです。開運アクションはこれまでの努力を振り返り自分を褒めることです。日記を見返したり達成した目標を書き出したりして、あなたがどれだけ頑張ってきたかを確認してみましょう。未来を信じてもう一踏ん張りする力が湧いてくるでしょう。努力が実を結ぶ成長の時なんだっていうふうに思ってください。そして今まだ育んでいる最中で、もうすぐその実りを迎える時がやってきているよっていう風にカードたちが伝えてきてくれているので、もう間もなくですね、お相手からの嬉しいお声掛けあるんじゃないかなとも思いますし、2人で夜明けに向かって進んでいくんだっていう、そういう気持ちになっていきます。そして今回のテーマで見ていくと、最近あの人冷たくなったのなんでっていうのがテーマなんですが、1番さんこのカードを見ている限りだと、お相手はその今のこの関係性を壊したくないっていうところでセーブかけています。ただあなたに対する憧れとか優しい気持ちっていうのは持っているんですね。うまくいかないからこそモヤモヤするとか、自分でこのセーブをかけているからこそ心がストレスかかっているようなところもあるんだけど、それでも、ね、そのストレスの原因は今の関係性、チームバランスっていうところが入ってきているので、それでもね、自分の気持ちを抑えながらもこれからもあなたと育んでいきたい、そして中にはちょっとしたときめきを挟んでいきたいなっていうお気持ちがあるので、何かこうあなたが悪いから冷たくなったとか嫌いになったとかではないんですね。恋心を抑えているからっていうのが出てきていました。はい、このエネルギーのカードもぜひ、ね、お受け取りください。そしてエネルギーっていうワードが出ている通り、あなたも今エネルギーチャージの時です。自分の美味しいもの、好きなものを食べたりとか、好きなことをして自分の心にたくさんのエネルギーを、吸収していってください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。傷ついた心に優しく光を当てる。このカードのキーワードは傷ついた心、優しさ、回復、自分を認める、そして小さな一歩です。
大切な誰かに心を開いたのに受け止めてもらえずに傷ついたこと、きっと誰にでもありますよね。そんな時、自分の心の声をよく聞いてあげることが未来へ進む第一歩です。例えばお風呂に入りながら、今日もよく頑張ったねと自分の心に声をかけたり、寝る前に胸に手を当て静かに、私は大切な存在だと囁いてみる。傷ついた経験はそのまま終わりにはなりません。その痛みのかけらを大事に拾い集めて、自分をもっと大切にするきっかけにできるのです。いつも自分の気持ちに寄り添ってあげること、それが本当の強さにつながります。はい、というメッセージです。傷ついた心に優しく光を照らすというのがテーマなんですね。あなたの心に優しさをということで、何があなたの心を優しいなって、自分の心が癒されるなっていうふうに思うのか、人によって好きなことが違いますから、食べること、寝ること、好きなことする、踊るとか歌うとか書くとか、いろいろ表現方法があります。好きなものを買って集めるとか、何か新調するとか、思い切りイメチェンするとか、それぞれ方法があると思います。あなたが今これが今私の癒しって思うものを取り入れて、今あなたの心を優しくしていってください。そして近未来もお相手、嬉しい流れになっていくと思いますから、このお相手の様子を見ていきながら、そして決して無理に急ぎすぎずにっていうのも入ってきています。このアドバイスもぜひお受け取りください。今回は最近のあの人、冷たくなったのは何か理由があるのか、それとも気のせいなのかというのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、最近のあの人、冷たくなったのは理由があるのか、それとも私の気のせいなのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。今回のリーディングは、あの人が最近冷たくなった気がするというお気持ちを抱えた方向けのリーディングとなります。4択占いです。よろしくお願いします。2番をお選びいただいた方はこちらのカードです。では今回はタロットカードを使いながら質問形式で見ていこうと思います。はい、では最初に、あの人が冷たくなったのはなぜっていうのをあの人に問いかけてみようと思います。冷たくなったのはなぜなのか、その後にお相手の現状やあなたに対するお気持ち、そしてこれからどうしたいのかっていうのをそれぞれカードを切って見ていこうと思います。まずは、あの人が冷たくなったこと、何か理由があるんですかっていうことで、あの人に問いかけていきます。1枚見ていきます。エンペラーのカードですね。エンペラーは信頼とか安心とか、そして自分についてきてっていうリーダーシップ、または新しいことを始めていったりとか、自分のこの世界観で切り開いていきたいことがある、進めていきたいことがあるとか、しっかりと信頼された状態で自分が進んでいくんだっていう、そういうことがね、挙げられるんですが、冷たくなったのは今この春ぐらいからでしょうか。ここ2、3ヶ月前とか1、2ヶ月前ぐらいから、なんか冷たくなったなとか距離を感じるっていう方が多いのかなと思います。そしてそうですね、この方なんで冷たくなったんですか。エンペラーですよね。この方の中で気がかりなことがあるとか、始めたいことがある、進めていきたいことがあるんだけど、それがうまくいかないからなんだっていうのも今伝わってくるんですよね。もう少しルノルマンカードで補足もらっていきましょう。もうちょっと心の奥教えてください。完璧主義者っていうのもあるかもしれないですね。なかなか感情をつかめないなっていうような方かもしれません。あなたから見ても周りの人から見ても、この人本当は何考えてるんだろうっていうふうに思うような方でも、すごく有能な方っていうのが入ってきます。山のカードですね。この方の中で課題を感じている。山は課題とか試練とか乗り越えていくべきものっていうのを表しています。ただこの方、この2つ見ていると、今自分の中で課題があります。
そしてそれを乗り越える気はある、気持ちありますよ、意志強い、固く持っていますよっていうのがあるので、乗り越えると思います。ではこの課題っていうのは一体何なのかっていうところですよね。この方の中であなたとの間ですにおいて課題があるというのが入ってきていて、あとはオラクルカードも見ていきましょう。出しています。ブレッシングオブラブ、こちらのカードはなぜあの人が冷たくなったのかってことに対しての1枚と、こちらジプシーカードっていうのがあの人のお気持ちとして出しています。まずはなぜっていうところで、forgive 許すというカードとメッセンジャーですね。このジプシーカードのメッセンジャーっていうのは、これは郵便の配達員と、これはお屋敷のメイドなんです。この2人がやり取りしていて、当の手紙を出す相手側と受け取るあなたの直接のやり取りではなくて、その間に何かが挟んでいるってことなんです。つまりは直接2人きりで会って取り組んでいく、話し合うとか、お互いの関係を良くしていくためにっていうふうに直接会うわけではなくて、そこにスマートフォンっていうね、機器を挟んで電話をするとかメールをするとか、何かワンクッション組んです。または誰かに頼んで気持ちを伝えてもらうとか、そういうことが入ってるんですね。大元の意味としてはメッセンジャーなので、あなたに伝えたいことあるんだよっていうことがここで言われてるんです。そしてもう間もなくそれが何なのかっていうのはあなたに伝わっていくでしょう、届いていくよっていうのが言われてるんです。これがあの人のお気持ちなので、あなたに対して何か伝えたいことあるんだっていうことは強く出てきているんです。そしてなんで冷たくなったのかってあなたが感じるのか、その理由が許しなんですね。これはちょっと後で見ていきます。まずはお相手のお気持ち、今の現状とお気持ちっていうところでタロット引いていきます。はい、こちらで見ていきます。カードは女帝のカード、カップのエース、ペンタクルナイトのワンドのキングのカードです。ここでこの一つ言えるのは、第三者っていう人物が絡んでくる場合、お友達、仲間とか同じサークルの中にライバルがいたりとか、またはどちらかにパートナーがいたりとか、その人物っていうのが少し入ってくるかなと思います。ただしお二人は両思いっていうのが入ってきていますね。そのライバルの存在だったりとかパートナーっていうところに全然全く見覚えないですっていう方は、お二人は両思いでそのままその恋愛進めていってくださいねっていう風に受け止めてください。もし心当たりのある方っていうのは、そのライバルの存在をなんとか乗り越えていかなきゃなっていう風にお相手が感じているっていうことです。この課題っていうのが実はここにつながってるんですよね。ペンタクルのナイトなんです。なのでそのお相手の他にもう一人ライバルがいるとか、そういう気がします。お相手から見たライバルな気がするんですね。でもそれでも全くそういうのないんですっていう方は、お相手が年下、またはここは誠実に向き合って愛情を確認し合いながらゆっくりと育んでいかなきゃいけないな、あなたに伝えたい、急いで伝えたいんだけど急いではいけない、ゆっくりと確実に伝えていかなければいけない。ペンタクルのナイトっていうのは誠実に向き合っていく、かなり落ち着いた印象なんですね。そしてこのお相手もやっぱり落ち着いた印象を受けるので、社会的に立場役割のある方かもしれませんし、あなたを守りたいという思いがすごく強く入ってきてるんです。すごく大切にしている。そしてカップのエースも入ってきていますから、ときめいてるんですね。あなたに対してドキドキする思いを持っていて、伝えたいと思ってるんだけど、でも2人両思いですよねっていうのがもう出てきてるんですね。中にはお付き合いしているって方もいるかもしれないですね。お付き合いしていて最近自分の恋人が冷たい気がするなっていう風になって、これをご覧いただいている方もいるかもしれません。付き合っていなくても両思いですね。はい、そして近未来がこのワンドのキングのカードです。お相手やっぱり自分の情熱持ってちゃんと動いていくし、この今課題だと思っていることを乗り越えていくと思います。ライバルがいるんだったらそのライバルを自分が越していくんだって、この山がライバルになるので山を
乗り越えていってあなたに会いに行くんだとか、確実に一歩一歩山を登っていくっていうのが出てきています。ライバルじゃなくて、この方の中での問題だとしたら課題を持っていて、それをちゃんと乗り越えてあなたに会いに行くからねっていう風に確実にねこう動いていく動きのあるカードが多いので、あなたに対してアプローチしていく、そして伝えたいこともあるって言ってるので、伝えたいことはやっぱりこの辺りかなと思います。情熱とかあなたを守りたいっていうのがすごく強く入ってくるんですね。もう少しもらっていきましょう。何を伝えたいのかっていうのが気になるので、何を伝えたいのっていうので1枚もらっていきましょう。カップのエースはでもときめき、新しい恋の始まりとかっていうのも表していますから、もしお付き合いしている方じゃなかったとしたら、今あなたにすごくときめいていて夢中です。で、お付き合いしている方だったら変わらずカップのエースなので、付き合っている状態でもあなたのことをやっぱり再度認識するんです。いいなって、ときめいてますよって、やっぱりあなたとお付き合いしていてよかったって、モチベーションが高まって、今のこの課題乗り越えよう。で、この課題何なのかって言ったらソードのキング。こう見ていくと人物のカードが多いんですね。男女関係ないですね。コートカードって言って人物のカードが出てきているので、やっぱりこう人間関係がちょっと問題なのかなと思いました。このお相手の中の課題試練っていうのが対人関係、人間関係、揉めているわけじゃないんだけど気になるなと思います。あなたを狙っているライバルが複数人いるとか、あとはそうですね、対人関係、人物っていうところに対して何とかしなきゃなっていうところ、そして何を伝えたいのかっていうのももう少し深く見ていきたいところです。飛び出してきたのがペンタクルの9なので、やっぱりあなたのことを大切に思っています。それは片思いの状態でもお付き合いしている方でも同じくあなたに対して愛情を込めて接しているし、多分周りよりもひいき目にあなたを特別扱いしていると思うんですね。で、もしかして私のこと好きなのかなっていうふうに思っている方、間違いなく好きだと思います。そのために、あなたと交際していくためにはっていうところで、やはりいろんな人とのやり取りっていうのがちょっと入ってくるかな。そうでなければ、成長してこの恋愛を育んでいくとか、自分でしっかり判断していかなければいけない状況に合わせて臨機応変に対応していかなきゃな、すごくあなたが大事だから、どうやったらいいかなって未来のことを見据えて考えています。お付き合いしている方も片思いの方も同じように、お相手は未来どうしていけばいいかなって、多分結婚とかそういう将来のことを考えていると思うんですね。2人の気持ちが離れないためにはどうしたらいいかな、まだまだ努力が足りないんじゃないかっていう風にね、それぐらい自分のことを、完璧に仕上げなきゃいけない、あなたにとってこう理想の相手として映らなければみたいな、そういうこともね感じてるかも。そういう意味で自分に対するプレッシャーとしてこの山が出てきてるかもしれませんね。いずれかの形に当てはまるんじゃないかなと思います。ライバルや人物でなければ、この方の中のもっとしっかりしなきゃとか、早く成熟した大人になって、大人になってというか精神的にね、もっと成熟してかっこよくなってあなたに頼られるようになりたいなとか、そういう理想があるっていうことですね。そして伝えたいことなんですかっていうことで、そうですね、これはうなぬマンからもらっていきましょう。メッセンジャーの補足でこの人が伝えたいこと、コミュニケーションを取りたいっていうのは出てきています。ソードのキングも出てきていますから、一つ弱点といえば、この方弱点といったらプライドの高さかなと思います。お家のカードですね。伝えたいこと、これは2パターンあって、1つは安心できる居場所、居心地の良さ、2人の空間っていうところを求めている、伝えたいよっていうことと、もう一つはそのままの意味です。家、家庭っていうことで、どちらかに当てはまると思います。この人が今伝えたいことはお家、家のこと、または安心できるよっていうことを伝えたいか、どちらかでお受け取りください。ただ、その家のカードっていうのはすごくポジティブなカードなので、あなたと家庭を築きたいとか、あなたと一緒にいることで自分がとてもリラックスできるっていうことを伝えたいんだっていうことは言ってきてくれています。そしてその冷たくなった理由っていうところに、
許しのカードが入っています。これはあなたへのメッセージです。あなたがどうしてそのお相手が冷たいっていう風に感じてしまったのか、そこに対するメッセージなんですね。この許しのカード、間違い、それも愛のうちだよっていう風にこのカードが教えてきてくれています。あの人の言葉や態度がそっけなく感じたのであれば、ちょっとしたすれ違いが原因なのかもしれません。誰にでもうまくいかない日があります。あなたが思っているよりお相手も反省しているかもしれません。自分も、そして相手のことも少しだけまあいっかと許してあげてみましょう。許すことは心のドアを開けること、また温かい空気が流れ出します。あなたもお相手も許しっていうワードが入ってきているので、どこかしらで自分自身が許せないなとか、完璧をついつい求めてしまうとか、きっちりと間に合うように返信しなきゃとか、どこかでそういうふうにね捉えていたところがあったのかもしれません。お相手もそうなんだと思うんですよね。かなり完璧主義者とかキングのカードが多いので、自分がしっかりしなきゃとか、自分があなたを引っ張っていかなきゃとか、この課題に対して乗り越えていくためにはあなたを守って大事に思っているからこそ、自分がもっとしっかりしなきゃとか、一方ではそれがプライドの高さっていう風に見えるかもしれない。何考えてるかわからないとか、そういう風に見えるかもしれないんだけど、そこもねふわっと優しく包み込んであげると、このお相手ももうちょっとリラックスできるのかな。伝えたいこともリラックスっていう風に受け取るのであれば、あなたと一緒に落ち着きたいよって、何気ないことでやり取りしたいよっていう、そういう風なメッセージでもあると思うので、なんかもうちょっとお互いがゆるっとしていければいいのかなとも思います。そしてお相手近未来、やっぱり動いてくるっていうのはもう入ってきているし、あなたをすごく大切に思ってるっていうのがここにずらっと入ってきているので、あなたのことすごく大切って思っています。手放したくない。だから伝えたいんですよね。安心できる場所へ行こうよとか、二人きりになろうよとか、あとはお家なので建物ですよね。どこかへ誘いたいっていうことも含まれているかもしれません。あの人のお気持ちっていうのは、やっぱりこのメッセンジャーっていうのが示している通り、まだ言葉になっていないだけ、本当の本音っていうのが言葉になってない。考えすぎていてどう伝えたらいいのか迷っているのかもしれません。タイミングや表現の仕方をあの人は探している途中なので、あなたの存在があの人の心を柔らかくしていくでしょう。そして待ってみてくださいねっていうのも入ってきてるんですね。待つことも思いやりの一つなんだよ。あの人をリラックスさせることの一つ、相手の動きを待つっていうことですね。自分から働きかけていく。なんで最近冷たいのとか、冷たいから不安になってついつい連絡しちゃうとか、いろんなもの見ちゃうとかではなくて、何もせずゆったりと見る、待つっていうのが今はいいのかなと思います。 SNS とか見すぎないとか、デジタルデトックスするとかして心緩めておくっていうのがすごく大切なメッセージだよっていう風に入ってきています。ではお相手はこれからあなたとどうなっていきたいのっていうことですよね。そこに対してルノルマン1枚もらいましょう。伝えたいこととかからも十分出ている通り、落ち着いた関係になりたいとか、安心できるような関係になりたい、誰かを介さずとも二人きりで会えるようになりたいとか、そういうことが入ってきています。カップのエースすごくいいカードなので、あなたに対してとても良い気持ちでいますね。そしてライバルとかではなくて、お相手自身がもっと自分がしっかりしなきゃっていう風に自分で何か貸してるものがあるんだったら、そこほどいてね、柔らかくしていこうよっていう風に言ってあげると、かなり楽になるんじゃないかなと思います。お相手がネズミのカードですね。これからどうなっていきたいの、やっぱりこのストレスをなくしていきたいってことですね。ここ家のカードがそれを、ストレスをやっぱりない場所ですよね。家って居心地のいい場所、安心できる場所、素の自分でいられるような、そんな場所です。それを伝えたいってことなので、ストレスをなくす方に持っていきたい。あなたの方でストレスを感じているとかありますか？もしかしたらお互いが今ギクシャクしていたりとかするんだったら、そのギクシャクを取り除いて許しっていう言葉が入ってるので、お互い許し合って、そしてリラックスできる関係に自分が働きかけていくんですよね。メッセンジャーだから伝えるんです。何を伝える？安心、リラックス、家、落ち着く場所、
そして自分からも動いていくよっていうペンタクルナイト、ワンドのキング、ソードのキングっていう風に出てきていますから、この人が主導権を握って動いていくと思います。なのでその待つっていうこともやってみてもいいのかなとも思います。オラクルカードから補足でこちらもらっていこうと思います。ストレスっていうのもありますからね、それをなくしていきたいと思っているのかも。トランプからはこちら9番のカードです。ラッキーナンバーとして捉えてください。そしてオラクルカードです。オラクルカードはセキュリティといって、このカード安全っていうカードなんですね。この家も安全安心っていうね、セキュリティのバッチリ取れた居心地のいい場所なので、少し似てるところがあるなというふうに思いました。こちらのオラクルカードからあの人がこれからあなたとどうなっていきたいのかっていうメッセージをもらっています。このカードはセキュリティ安心感っていうカードです。あの人はやっぱり本音でいられる関係を求めています。今少しよそよそしく感じるのは、あの人が本当に安心できる関係を探しているからかもしれません。信頼できる人の前ではふっと気を抜く瞬間もあるものです。あなたのそばでは無理せず自然体でいたい。それがあの人の願いのようです。これからは2人でリラックスできるような時間を少しずつ重ねていくことで、温かく穏やかな関係に育っていくでしょう。その安全っていうのがあの人が伝えたい、かなり2枚も入ってきてるので、かなり伝えたいことあるんじゃないかなと思います。今の場所や今の関係よりもっと安全とか信頼を育むとか、そうですね、良い関係になっていきたい、両思いだと思うんですよね、これを見ていると。ただこれからはストレスのない場所で居心地のいい空間で2人の関係を育んでいきたいっていうことはお相手伝えてきてくれています。お家のカード、ストレスもなくす、そしてこれもセキュリティ安定なので。そしてトランプからもメッセージもらっています。これは開運アクションとしてもらっていますね。もうすぐ願いが叶いますよというメッセージ。あなたの心に描いていた願いがもうすぐ現実になる兆しが見えています。まるで長い間欲しかったものが手に入った時のような、そんな満ち足りた喜びと深い感謝があなたを包み込んでくれるでしょう。心が豊かになって心の奥底から幸せがあふれてくるのを感じられるはずです。開運アクションは叶えたい願いを具体的にイメージし、感謝の気持ちを伝えることです。願いがすでに叶ったかのように、その時の喜びや感謝したい相手を具体的に思い浮かべてみてください。そして心の中でありがとうと伝えてみましょう。あなたのハートの豊かさがさらに大きな幸せを引き寄せてくれます。はい、このトランプからのメッセージもお受け取りください。ラッキーナンバーは9、そしてラッキーカラーはこちらのピンクですね。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。このカード、テーマがごめんねから前に進むというカードなんです。カードのキーワードは反省、そして許し、または成長、そして心を伝える、そして自分をいたわるっていうのがカードのキーワードです。メッセージは時々誰かにきついことを言ってしまったり、うっかりお相手を傷つけてしまうことありますよね。大切なのはちゃんと反省してこれからどうしたいのかを心に決めること。もしできるのなら今の気持ちを素直にお相手に伝えてみましょう。直接会って伝えるのが難しかったら心の中で語りかけても大丈夫。それだけでも心が軽くなることがあります。ずっとごめんねを心の奥に閉じ込めておくと自分も苦しくなってしまいます。だから許すのは相手だけではなく自分にも必要なことです。例えば夜に自分の胸に手を当て心に話しかけてみてください。よく頑張ったね。これから大切にするよ。そんな小さな時間があなた自身を少しずつ癒していく力になっていきます。自分のことも許してあげようっていう風に、そんなメッセージで入ってきていました。こちらのカードのテーマはごめんね、それから前に進むということですね。自分の気持ちに一旦ごめんねっていう風に声かけてあげて、そして未来向いていこうっていう風に、そしてお相手が伝えたいことっていうのがやっぱりこの安全ですよね。ストレスない、そんな安心してくつろいでいける、そんな場所を求めているよっていうことです。
今回は最近のあの人冷たくなったのは理由があるの？それとも私の気のせいですかっていうことで見ていったんですね。お相手はあなたと両思いまたはお付き合い、その愛情があります。ここにきちんとあって、ときめく思いがあって、だけど気になるのはライバルだったりとか、自分がしっかりしなきゃっていうような責任感だったりするのかなと思うんですね。それらから解放されるような、2人だけの空間とか、落ち着いてリラックスできるような、ストレスがかからないような居場所を求めてお相手は動いてくると思います。伝えたいことがある、それは安心とか安全だよっていうことなので、お相手からのこのメッセージ、ぜひ受け取ってください。そして開運アクションも取り入れてみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、最近のあの人冷たくなった。それは何か理由があるのか、それとも私の気のせいなのかというのをテーマに見ていきます。今回はあの人が最近冷たくなった気がするというお気持ちを抱えた方向けのリーディングとなります。よろしくお願いします。4択で行っていきます。3番をお選びいただいた方はこちらのカードです。今回はカードを、展開していきながら見ていこうと思います。ルノルマンカード、そしてタロットです。まずはそのお相手冷たくなったのはなぜなのか、理由っていうところを見ていこうと思います。1枚引いていきます。様々お気持ちがあると思うんですね。そのお相手と今まで仲良くやってきたのに、なんか最近冷たくなった気がするなっていうふうに思ってしまう、不安になっちゃう、または連絡は取り合ってるんだけどどうなんだろうっていうふうに不安になってるとか、そういうお気持ち、お相手は本当はどう思ってるのっていうところですね。あの人が冷たくなったのはなぜですか？見ていきましょう。つなれ人ですね。こちらはね、ハングドウーマンって入ってるんで女性のカードなんですが、でも意味としては同じ。今そうですね、忍耐とかを表すので、現状物事動いていないよってことです。停滞していたりとか、自分自身を抑えていたり、お相手がうまく言いたいことが言えないとか、自分たちの関係を進まないっていう風に感じているのか、そうですね。今はまだ耐え時で、これから先もしかしたら未来が切り開いていけるかもしれないっていう、そんな希望を持ちながらも今ぐっとこらえているような状態、自由に動けないっていうことなんですよ。なのでこれがしばらく続くのかなっていう感じもします。連絡がちょっと間が空いちゃうとかね、返信がなかなか返ってこないとか、それがちょっと続くかもしれません。まだぼやっとしていて曖昧感っていうのを感じていたり、本音どう考えてるんだろうっていう風にあなたから見えるかもしれませんね。このお相手がなんだろうな、何か霧に包まれているような感じがするし、本当の本音ってどこにあるんだろうっていう風にあなたが感じているようにもこのカードから伺えますね。お相手の本心ってなんだろうって、なんか確信をつこうと思うとふわっといなくなってしまうような気もするし、そういうことを感じますね。そうですね。そしたらまずはこちら見ていきましょうか。ルノルマンで1枚足して見ていきましょう。本当はどう思ってるのっていうのが、この3番さん、お相手に対して一番聞きたいことなんじゃないかなと思うんですね。またはなんで冷たくなったのかなっていうところで、そうですね、耐えるとか、今の状況から今ね、あまりいい状況ではない、でもここで耐えてるんだっていうのが入ってるんですね。もう1枚見ていきます。ルノルマンで淑女、つまりはあなたを表すカードです。あなたのことを考えているんだけど、でも今関係性を進めるとか、自分から積極的にアプローチしていくのではなくて、ここで自分はじっとね待ってるんです。待つというか、この場にとどまっているんですとか、なかなか自由に動けないんです、あなたのことを考えていても動けないんですっていうのが入ってきています。
ではオラクルカードどうでしょうか。まずはこのブレッシングオブラブっていうのが冷たくなった理由、なぜあなたがそう感じるのかっていうところで、ごまかしのカードです。あなたからしてみたらお相手が本音を隠してごまかしているように感じるとかかもしれない。本当はどう考えてるのかなっていうのが不安がやっぱり強くて、そういうふうにお相手が冷たくなったんじゃないかっていうふうに感じてるのかも。そしてこちらのジプシーカードがお相手のお気持ちを表すカードです。これがジャーニーって言って旅ですね。旅を表すカードです。あの人の心は今自分自身と向き合う小さな旅の途中なのかもしれない。自分自身と向き合ってる。人は時々一人でじっくりと考えたいという時期があります。それは決してあなたが悪いからではなくて、あの人が前に進むための今必要な時間。見守ることも深い愛情の形。少し距離があるように感じても心の絆はちゃんとあります。あなたのことを考えてるから。で、旅のカードが出てるので、心の距離が離れたように感じるとか、お相手も移動ですね。心の移動とか移り変わりっていうのを感じるので、やっぱりお相手の中でも前とは違うなとか距離感を感じるなっていうふうに思ってるし、自分がどう動けばいいかわからないっていうのもあるかもしれない。自分が素直になれないっていうのももちろんあると思いますね。ちょっと曖昧な感じっていうのが伺えます。ではこの後っていうところで、お相手があなたに対するお気持ちや今のお相手の現状ってどうなのかなっていうのをタロットで見ていこうと思います。はい、こちらの4枚で見ていきます。カードはペンタクルの10、エンペラー、そしてワンドの7番とペンタクルの7番です。変化を迎えようとしています。そのために今、その変化をするための前段階の状態ですね。まずこのペンタクルの点が示している通り、お二人には長い交際歴とかお付き合いしてきた、それは友人関係であってもパブリックな関係性であってもチームとして円滑にやってきたんだっていうことが過去言われています。そして中にはお相手とこのパブリックな関係性で、向こうが上司であなたがその中の会社の中の働いている後輩とかチームの一員とか部下として働いていましたっていう、そういう関係の方もいるかもしれないですね。2人でみんなでやってきたこのチーム、築いてきた関係性っていうのがこのお相手が感じている過去なんです。またはあなたとずっと長いことやり取りしてきたんです。コミュニケーション交わしてきて円滑に進めてきた、スムーズに流れてきたんですが、ここに来て自分がなぜ止まっているのか、その課題点となっているところがこのワンドの7番なんです。そうですね。ワンドの7番っていうのは自分が有利な立場にいる、だけど下と争わなきゃいけない、戦っているんです。戦い抜いて自分が勝ちに行くっていう、諦めずに頑張る姿勢っていうのを表してるんですね。自分が頑張っていかなきゃいけないっていう気持ち、ここがちょっと曖昧になっているのかな、見えていないっていうところで、この方の中のモチベーション、あとはですね、あなたに対して冷たくしているかどうかっていうことすらもちょっとぼやっとしている感じがするんです。この人の中で気持ちが離れていくってわけではないです。今見直したりとか変化に向けて自分がどうしようかなっていうのを考えている、じっくり考えてるんじゃないかなと思うんですね。もうちょっと補足が欲しいなと思いました。こちらがその近未来の流れです。ペンタクル7番なので関係性の見直し改善なんですね。そして考えていることも淑女のカードなので、あなたに対して思うことを感じることがある。だけど冷たくなった理由、少し補足もらっていきましょう。1枚ハーミット、やっぱり考えたいっていうのが入ってきてますね。一人で考えたい。このジャーニーのカードも一人で
馬に乗って旅立とうとしてるんですよね。今ちょっと一人にしてみたいな、そういうメッセージが入ってきます。まだ動かないよ、動きたくないよとか、そういうことも入ってくるんです。すぐには対応できないですとか、動けないですとか、ハーミットもじっくりと自分の心と向き合って、これから先の変化にどう対応していこうか、自分の中で答えを見つけようとしていたりとか、やっぱり動けない原因とか冷たくなったっていう風に感じてるのは、この人が自分の心の殻に閉じこもっているからっていう風にあなたの中で見えてるんじゃないかなと思いますし、実際そうなんじゃないかなと思う。いろいろ思うことあるし、言いたいこともあるんだと思うんですが、今この人の中では自分の中で考えたいことがある、じっくりと今考えたい、これからの変化に向けて戦っている、心と戦っているっていう感じがします。もう少し補足でもらっていきましょう。守らなきゃいけないことがある、みんなを引っ張っていかなきゃいけない立場だったりとか、平等に接しなきゃいけないかもしれないですし、ちょっと不安っていう感じですね。深掘りしていて、3番船のカードです。でもネガティブ思考から抜け出すよっていうのが出てきていますね。船は新しい門出とか出発とかね、スタートっていうのを表していますから、考えたりとか動けないとか、ちょっとじれったいなっていう風に感じること、曖昧だなと思ってる今の状況なんですけど、そこから抜けていくよっていう風に、やっぱりこの変化にね乗っていくと思いますね。見直しをかけて、そして自分の中で諦めない心をお互い持っているからこそ、この船のカードです。新しい出発、スタートを切ることができるよ、もうネガティブ終わりっていう風にね、ちゃんとこのカードが告げてきてくれています。いろいろ考えたけどやっぱり出るんだって。そしてこのジャーニーね、旅人のカードも出てきてるので、それはこの変化は2人にとってやっぱり新しい再出発、スタート、新しい旅なんだってことを再確認できるようなことなんだと思う。そんな変化だと思いますし、またこの2枚が出てるので、お相手が移動する、距離が空いちゃった、だから冷たくなった気がするとか、そういう風に感じる、連絡頻度が落ちるとか、実際的に物理的な距離の移動っていうのを感じている方もいるかもしれません。だとしたら、物理的な距離があったとしても、お相手はきちんとこれから先どうしようかっていうふうに対策すると思うので、そして船はやっぱり良いカードだから、2人が良い関係性で物事が流れていくよっていうふうに伝えてきてくれています。移動があったりとか距離が離れても大丈夫、安心してねって。そしてお相手が冷たくなったっていう風に感じるのは、多分今この人が一人で殻にこもって考え事していたりとかするから、本当は何考えてるのっていう風にあなたからして見えるんだと思います。動いてないように見えるなとか、何考えてるんだろうとか、そういうことを感じると思うんですけど、この人は今そういう一人でじっくり考えるタイムに入っていますね。さなぎのような状態。そこから今変化を迎えていくと思います。そしてあなたがなぜ冷たくなったのか、なんでそういうふうにあなたがそう感じるのかって言ったら、ごまかしのカードです。このカードは本当の気持ちに気がついているというメッセージです。相手の態度がそっけないというふうに感じるのは、もしかしたらお相手が何かをごまかそうとしているのか、もしくはあなた自身がごまかそうとしているのかもしれません。心の奥では感じていることがあるのに気がつかないふりをしているのではないでしょうか。それはあなたにも同じこと言えるよっていう、そういうメッセージなんです。本当はこうしたい、本音を伝えたい、そんな気持ちがあれば、少しずつあなたも自分自身に正直になってみましょう。もやもやする心は行動することで晴れていきます。なんかごまかされてる気がするとか、なんか何を考えてるんだろうっていうふうに思うのと同じように、実はあなたも自分の言いたいことを言えていなかったりとか、行動に起こせていなかったり、相手に気を使いすぎていてためらってしまって動かなかったとか、動けなかったとか、そういうことがあったんじゃないのっていうことのこのカードが言ってるんですね。どうでしょうか。ご自分の本当の気持ちに気がついてますかって、自分自身を偽ることなくあなたは動けていますかって、そういうことが言われています。もう一度自分の心を見直して、お相手もやっぱりこの良い関係にしていくために見直し改善っていうところに入っている最中なので、もう一度2人の関係性を見直す時です。じゃあそして近未来お相手、そうですね、近未来やっぱり船のカードも出ていて、動き出す物事がね流れに乗っていきますから、今停滞感を感じていても
動きます。物事は変わっていきます。なのであなたの方でももう一度自分の気持ち、ごまかしがないかどうか、ちゃんと素直に伝えられているかどうかっていうのをもう一度確認してみて、動けることあったら動いてみようっていう、そういうメッセージが入っていました。お相手これからどんな風に動き見せてくれますか？お相手が伝えたいことをもらっていきます。ソードの10のカードです。ソードの10はやっぱり苦しいこととか動けないネガティブなこととか、そういうことが終わるんです。終わって新しい弱気を迎える。でもそれまでちょっと苦しいかもねっていうことが入ってきますね。ソードの3番のカードも出てきているので、苦しいよって、ペンタクルのページ、そうですね、時間がかかるかもしれません。お相手が冷たくなった原因とか総合的に踏まえてこの3枚今出したんです。ソードの10、ソードの3番、ペンタクルのページ、これからお相手がどう動いてくるのかっていうことで、中には喧嘩したっていう方もいるかもしれないですね。この3枚が入ってきていて、物事は動いていくけど今はお互い傷ついていて、お互いの心に正直になれていないような、そういうカードも入ってきていたので、あなたの方でもそうなんじゃないのかっていうこのごまかしのカードが入ってきていたので、今その2人の間で停滞を感じていたり、お相手も自分の殻に閉じこもっているっていう状態なので、ギクシャクしているっていうのがはっきりと理由が分かってらっしゃる方が多いのかなと思いました。心が傷つくようなこと、なんか冷たくされて、相手もあなたに冷たくされてあれっていう風になったし、あなたもお相手に冷たくされてあれってなったし、お互いがそのように感じて痛みを感じてギクシャクしている。で心が傷つくから、もう傷つきたくないなっていうことで意地を張ってしまって、だったらもう話さない方がいいんじゃないかとか、だったら恋愛関係っていうところにならずに今の関係性でいた方がいいのかなとか、距離を置いた方が自分が傷つかないのかなっていうふうにお互いが感じているっていうところですね。でもその考えているネガティブ思考とか痛みをそろそろ手放して次へ行きませんかっていう、そういう船のカードが入っていますね。でお相手が冷たくしている原因に淑女、あなたっていうカードが出てきたので、あなたのことを考えている、それはもちろん好意的に考えているし、一方でやっぱりあなたのことが原因で今動けていないこともあるよっていう風に、そういう風に伝わってくると思います。あなたのことを考えては胸痛めるようなこともある、そういう日もあるよって。例えばギクシャクしちゃってて、今なんかお互いがぎこちなくって、それで心痛めてることがあるとか、他にも原因があるかもしれない。だから今は立ち止まってゆっくり考えてるんだって、どうすればいいのかっていうこと、そして何をすれば改善されていくのか、諦めない気持ちっていうのが今自分の中で課題として持ってるんだよっていうふうにこの人は言っています。そして未来ですね、物事が動く、痛みから抜け出して動いていく、ネガティブからポジティブへ変わっていく、変化するっていうのが出てきているので、こちらもね、痛みを表す2枚のカードなんです。かなりお互いにとってギクシャクするし、痛いことがあると思う、心が痛いなっていうふうに思うこと、傷ついたよとか傷つけられたよとか、そういうことがあるんだけど、それを乗り越えてもう未来明るいものにしていきましょうっていう、そういうふうにお互いが納得して進んでいけるような未来になっていくと思います。そうですね、このペンタクルのページも、初心に帰って一歩ずつ歩み寄っていく、あなたと自分はそれぞれ違う存在だけど、お互いが向き合って取り組んでいけば心通い合わせられるよねっていう風に、そういう風にもう一度初心に立ち戻って、最近ね付き合いが長かったから冷たくしちゃった、これぐらいだったら大丈夫か、これぐらい言ってもいいかなっていう、そういう甘えも出てきちゃった、そこを改善してもう一度最初に戻って丁寧に丁寧にまた育んでいくんだっていう、そういうね、初心を忘れないっていうカードなんです。なのでいろんな苦しいこと、辛いこと、お互い傷つけ合ったこともあったけど、もうそれは終わりだよねって、そしてまた最初の頃の気持ちに戻って向き合っていきますよっていう、そういう流れになっています。じゃあお相手はこれからあなたとどういう風になっていきたいのか、さらにオラクルカードから見ていきましょう。最終的には痛みを乗り越えて初心に立ち戻り向き合っていくっていうことです。そしてトランプからは6というカードです。そしてオラクルカード、こちらのカードは集大成を表しています。
これからどうなりたいの？あの人はちゃんと向き合う関係を築いていきたいと思っています。それがこのカードからのメッセージ。そしてペンタクルのページっていうのも、初心に立ち返ってとか、誠実な思いで向き合っていきますよとか、受け取って、そしてそれで育んでいく、種をまくような状態ですね。種まきを行って、そこで土台作りをしていく、基礎を固めていくとか、そういうことですね。なのでこれからちゃんと向き合う関係を築きたいと思っています。今あの人は自分の人生を真剣に見つめ直している時期、ここにも見つめ直し改善というのが入ってきていました。だからこそ軽い気持ちではなく、しっかりと向き合える相手と過ごしたいと思っています。あなたといる時間は自分の未来のビジョンを描く上でとても大切なもの。これからは一緒に少しずつ2人の形を作っていきたいと感じていると思います。いろいろな痛みがあったよっていうことは出てきているので、お互いが傷ついたりとか傷つけ合ったりとかしたようなことがあったんじゃないかなっていうのが出てきています。でもそれでも向き合っていく気持ちっていうのは持っていくよっていうふうに伝えてきてくれています。そしてトランプからもメッセージもらっています。まずラッキーナンバーが6、そしてラッキーカラーっていうのがこちらのごまかすの色からもらっています。こちら青とか緑が入っていますから、ブルーまたは緑をラッキーカラーに取り入れてください。トランプは開運アクションを教えてくれています。穏やかな光があなたの心に差し込み、そして心が軽くなる時がやってきています。もし今少し立ち止まっている、停滞しているように感じていても安心してください。あなたは困難な状況から抜け出して、より穏やかで、そして安定した場所へと向かっています。長いトンネルを抜けて明るい光が見えてきたように、あなたの心は今から少しずつ軽くなっていき、前向きな気持ちが湧き上がってくるでしょう。これはあなたが新しいスタートを切るための回復の時間です。この時期の開運アクションは、心を休ませて穏やかな時間を意識して作ることです。好きな音楽を聴いたり、ゆっくりお風呂に入ったり、自然の中で過ごしたり、心がほっと落ち着く時間を見つけてください。そうすることで、静けさの中で本当に大切なものが見えてくるはずです。そしてこれまで頑張ってきた自分自身を解放してあげることで、自然と良い流れに乗っていくでしょう。はい、その痛みから解放してねっていうこと、っていうことが開運アクションです。心を和らげること。ではオラクルカードからのメッセージをもらっていきましょう。こちらお選びいただいたカード、これはワクワクはすぐそばにありますよというメッセージ。キーワードは希望、挑戦、勇気、チャンス、そして自分を信じるというキーワードです。カードからのメッセージは、最近ちょっと疲れたり自信がなくなる時もあったかもしれません。でも実はずっと願っていた嬉しいことがもうすぐあなたの元にやってこようとしています。そのためにちょっとだけ勇気を出して自分の気持ちに素直になってみることが大切。例えばやってみたいことをメモに書いてみたり、いつもより明るい色の服を選んでみたり、小さなチャレンジをしてみましょう。失敗したらどうしようという気持ちは自然なこと。でもその気持ちを優しく受け止めて、それでもやってみたいと思えたら世界がぐっと広がっていきます。あなたはこれまでたくさんのことを乗り越えてきました。だからこそその分喜びやチャンスもちゃんとやってきます。もう夜明けがやってきているよということ、お互いが今新しい再スタートを切ろうとしていること、痛みから抜けて出発しようとしている流れがやってきているよ、そういう変化なんだよっていうことを伝えてきてくれています。多分今あの人が冷たいっていう風に感じているのは、お互いが傷つくようなことがあったからギクシャクしている、ごまかされたとかごまかしたとか素直になれなかったとか、そういうことがあってお互い傷ついてしまったんだ。前は順調だったんだけど今はギクシャクしている、そういう流れになっていました。ただその痛みも終わって、もうこれからは違う未来へと変化していくんだよ、そういう最中にいるんだよってことをカードたちが伝えてきてくれています。今回は最近のあの人冷たくなったのは何か理由があるのか、それとも私の気のせいなのかっていうテーマだったんですが、3番さんどうやらお互いがギクシャクするような出来事があったらしいということで、それでもね変化していくんだよっていうメッセージが入ってきていました。ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、最近のあの人冷たくなったのは理由があるのか、それとも私の気のせいですかということで、なんだか最近、好きな人が気になる、好きな人が冷たくなった気がするという不安を抱えた方向けのリーディングとなります。よろしくお願いします。そして今回は4択占いです。4番の方、こちらのカードです。今回は、レノランカード、タロットカードを使って見ていきます。まずはお相手のその冷たくなったのはなぜっていうことで、どうでしょう、あの人は冷たくなったこと、自覚があるとか、これがあったからだよっていう何か具体的な理由がありますかっていうことで、まずタロットカード1枚出していきます。はっきりと、例えばこれがあったからっていう風にあなたの中で心当たりがある方もいるかもしれません。または全く心当たりがないけど、なんか最近距離感じるんだよね、不安だなっていう風に思っている方もいると思います。見ていきましょう。あの人の冷たくなった理由です。1枚出していきます。はい、司祭のカードです。そうですね、なんかその今の立場を守りたいとか、安定志向っていう感じですね。もし冷たくなったなっていう風に感じるんだったら、距離を取ろうとしてるような気がします。例えばこれ以上踏み込んじゃいけない、ちょっと前まで仲良くて、もしかして私に気があるのかなっていう風に思っていたんだけど、相手の方で司祭なので、なんか一線引かなきゃなとか、自分たちの立場をもう一度見直した時に、ちょっと距離詰めすぎたなとか、度を超えて仲良くなりすぎてしまったなっていう、その役職とか役割とか社会での自分たちの関係性っていうのを考えた時に、これ以上踏み込んではいけないなっていうふうにセーブをかけているようにも感じます。そうですね、あとは何かを教えようとか伝えようってしてるかもしれませんね。だけど柔らかく伝えようってしていたりとか、少しずつ距離を取っていく。でもそれはあなたが嫌いだからとかではなくて、自分たちの今の関係性上、これ以上密なやり取りすることではないんじゃないかなっていうふうに思いながらも、それを優しく伝えていくような流れを取ろうとしているようにも感じます。ちょっとオラクルじゃない、ごめんなさい。ルノルマンでも1枚もらっていきましょう。もし距離を感じるとするんだったら、5月ぐらいからかなと思います。本格的になんかモヤモヤするって、距離感、お相手が冷たくなったとか距離が遠くなった気がするって思い始めたのが、今この動画を出してるのが6月なので、リアルタイムでご覧になっている方は先月からっていう感じがしますね。そこからなかなかうまく距離がね縮まらないなっていう風に感じてるんじゃないかなと思います。補足16番スターのカードです。あなたがお相手に憧れているのかなっていう感じがします。はい、そして憧れの存在でちょっと仲良くなった、近づいた、ちょっと嬉しいなって思ってたんだけど、先月ぐらいから距離を感じて、なんか前みたいにね距離感感じるようになったぞっていうふうに思って、それはなんでっていうふうに聞くと、やっぱりこの関係性上密なやり取り、これ以上この過度なやり取り、プライベートのやり取りとかするのは控えようっていうふうに向こうが思っている可能性が高いです。それは好き嫌いとかではなくて、違うところに原因があるのかなと思いました。はい、あなたに対してはすごく純粋な方だなとか、心が美しい方で一緒にいると楽しい気持ちになれるなっていうことを感じてるんですけど、やっぱりこの線を引かなきゃっていうのは今の立場上でっていうのが強く入ってきてるかなと思います。ではブレッシングオブラブのカードとジプシーカード、まずはこのブレッシングオブラブ、なぜあなたが冷たくなったというふうに感じるのかっていうのを見ていきます。トラブルというカードです。お相手との間にトラブルありましたか？これっていう心当たりがありますか？トラブルっていうのがあなたの心に入ってきているので、あなたの中でこれがあったからお相手が冷たくなった気がするっていうのがあるみたいっていうのが入ってきていることと、あとこのジプシーカードはお相手のお気持ちとして1枚出しています。
それがホープ、希望です。なのでお相手の中でも隠している本音があるかもしれません。それはいい意味です。例えば仲良くなっていきたいなとか、この社会的な距離感だったり役割とかがあるんだけど、それを超えてプライベートの中になっていきたいなっていう気持ち、期待している希望ですよね。これも同じくスターで希望を表してるんで、希望があるんだけどっていうところです。だけどその自分の本心、希望っていうところに見て見ぬふりをしているような現在だったりとか、あとそのあなたの感じてるトラブルっていうのが気になりますね。ここも合わせて見ていきながら、お相手の現状、お気持ちタロットで出していきます。はい、こちらのカード4枚出しています。ソードの2番、ペンタクル4番、ペンタクルのクイーンとソードの3番です。そのソードの3番が少し気になりますね。これからのこのトラブルって今あったトラブルじゃなくて、これから起きる可能性があるかもしれない。トラブルっていうワードでピンとこない、いやそんなことないんだよね、心当たりがなくて喧嘩したとか、これがあるからっていう心当たりがないよっていう方は、これから出てくるかもしれないなっていうのが入ってきています。ソードの3番、これからの動きなので、今確かに心当たりあるよっていう方は、このトラブルっていうのが原因で、お相手これから先のやっぱりこの社会的な関係性、それがどういう関係性を示しているのか、あなたがお相手に対して憧れ的な意識を持っているので、例えばお相手が人気者だったりとか、社内の中でもモテる方とか、憧れの存在、憧れの先輩だとか、少し距離のある方っていう風に感じているかもしれません。司祭のカードがいわゆる先生っていうカードで、物事を教えたりとか人を導いたりとか、あとそのメンタルケアをしてくれる人、精神的な支えになってくれるなっていう風にあなたが感じている、かつ星のカードなので、そこには手の届かない存在だっていう風に思っていたり、憧れが混じっていたりとか、その人と仲良くなってもしかしたら期待できるかもっていう過去があったのかなとも思います。だけどやっぱりこの人が引いてきた、距離を置き始めてきた、あれ仲良くなろうと思っていたのに違ったのかな、勘違いだったのかなっていうところでこの動画を見たっていう感じもします。または確かにトラブルがあったとかっていう方もいたかもしれない。お相手の現状やお気持ち、この4枚で出してるんですけども、ソードの2番やペンタクル4番を見ていると、もうここですね。やっぱりこの今の立場を守るために線を引くっていうのが入ってきています。このソードの2番っていうのは、感情と理性の間にいて、このバランスを取ることによって2人の関係性が保たれている、保つ、自分の立場を保つ。でペンタクルの4番っていうのも守りのカードなんです。こう天秤が描かれているタロットカードなんですね。これね、このカードがそうなんです。そしてバランスを取るためにとか、何かを犠牲にしてでも今の関係性を保ちたいのかなっていうのがここで感じられます。ペンタクル4番は何か守るとか、それは自分の立場、役職とか地位かもしれませんし、またはそうじゃないところかもしれない。感情を閉じ込めてまで理性的に働こうとか、守りの姿勢を貫こうっていう意志がすごく強く見えます。なのでこのお相手がかなりその役職のある方だったりとか、何かこう社会的に地位のある方なのかもしれません。そこから越えられないっていうのがこの方の課題点なのかなと思います。問題としているところにペンタクルクイーンのカードが入っていて、あなたとその愛情、恋愛関係を育んでいくことが、まず今のこの方の中でストップになっている一つの原因ではあるのかなと思います。冷たくしているってわけじゃないです。線を引いて今のお互いの立場をしっかりと守ろうねとか、モラルだったりルールに従って守っていきましょう、そういうメッセージがここから伝わってきます。そしてこれから先がソードの3番、近未来なので、心痛めるお相手だったりあなたの様子っていうのがちょっとだけ伺えるんですね。それが少し気になる。でプラストラブルのカードも入ってるので少し気になるなと思いました。なので補足を出していこうと思います。その補足をですね、ルノルマンから出していきましょう。ソードの3番補足です。近未来の流れ予想です。
ソードの3番っていうのが心を痛めることだったり悲しさとかそういうことがテーマになっているカードなんですね。それは今の立場を守るから心を痛めるとかそういうことにつながっているかもしれないですね。15番熊のカードですね。やっぱりこの立場っていうところを守ろうとするのかなと思います。これかなり強く出てきているので関係性がある方だと思うんですね。例えば先生と生徒だったりとか、お客さんと店員さんだったりとか推しとファンとか何かしらのこの関係値があってお相手は今の自分の立場を守るために線を引かなきゃっていう風に感じています。だからあえてプライベートに踏み込まないようにしようっていう風に感じてると思います。かなり守りの姿勢とか自分の本音を言わないで今の立場を守ろうとしていたりとかよって傷つくようなことがお互い発生したとしてもそれは致し方ないっていうふうにこの方の中で考えてしまうようになってるんじゃないかなと思います。この方も胸を痛めるんです。近未来やっぱり本当は愛情を育んでいくことっていうのが課題として入っているのにそれが進まない、進まないように自分でしてるんですよね。あえてガードしたりとかストップかけたりとか線を引いていてこれ以上関係を深くしないようにしようっていうふうにセーブしてるんですね。そのことによって自分も傷つくんです。プレッシャーになる。本当にこれでいいのかなっていうふうにこの人の中で迷うこともあるでしょう。期待、ホープ、希望っていうカードも2枚入っているのでちょっと揺れるんですよね。やっぱり恋愛関係としてやっていくべきなのかそれとも今の関係性のままここ線を引くべきなのかっていうことでどうしようっていうのを悩むんだけど悩みすらも表に出してこないと思います。かなり今の社会性を前面に出しているのでポロッと何かを口にするとか本音を出すっていうのがなかなかないようなそういうお相手なのかもしれません。そしてこのお相手のお気持ちっていうのがテーマがこのホープ望みのカードが入っていますから再び笑い合える日が来るっていうのがこのカードのテーマなんです。あの人が冷たく感じるのはあの人自身が未来にちょっと不安を抱えているからかもしれません。でもその中にもちゃんと希望の光が見えています。あなたとの関係にまだ温かい気持ちを持っているからこそ迷いが生まれている。小さな優しさや励ましが希望の種を育んでいきます。あの人の心にもやがて春がやってくると思います。塞ぎ込んでいた閉じ込めていたことからどうそれを抜け出していくのか関係性を育ませていくのかっていうところがかなり今のお二人の間のキーポイントに入ってくるかなと思います。そしてトラブルっていうカードが一体何を伝えたいのかこれは小さな違和感を見逃さないでというメッセージです。あなたがお相手が冷たくなったなってなぜそう感じるのか最近ちょっとした喧嘩や言い合いが増えているのではないかどうなのか冷たいなと思っているその裏には小さなトラブルのサインが隠れているかもしれません。すぐに仲直りできるんだったら問題ありませんがモヤモヤが積み重なってしまう前にお互いに素直な気持ちで話す時間を作ってみましょう。一人で抱え込まず信頼できる人に相談するのも良いでしょう。恋愛は一人で頑張りすぎないことが大切ということを伝えてきてくれるカード。小さな違和感を見逃さないで。喧嘩してないよとか言い合いしてないよっていう方でもお相手が最近距離が遠くなったっていう風に感じてらっしゃると思うんですね。それはなんとなくわかる気がするって確かに社会的にこの立場とかを考えた時にお相手が線を引こうとしてるのがなんとなく伝わってくるわかるよってだけどその一方で違和感を感じるところもあるんじゃないのかなってお相手が感じている違和感あなたが感じている違和感に目を向けてみてっていうそういうことですね。何か喧嘩したとかトラブルにあったっていう方もいるかもしれないけどそうじゃなくて目に見えない違和感に気づいてっていうそういうメッセージです。ではお相手はこれから先あなたとどうなっていきたいのかっていうところを見ていきたいんです。このソードの3番と熊のカードが出ている通りなかなか恋愛関係になっていくためには今の関係性を超えるのがまず一つの大きな課題それをクリアしていけるかどうかっていうのがお二人4番さんの課題なのかなと思います。
あなたにね魅力的だなっていうふうに感じてるんだけれども、果たしてそこから先プライベートの関係に持ち込んでいいのかどうかっていうのがこのお相手の課題点ですね。課題点ペンタクルのクイーンなので、あなたからの温かさ優しさぬくもりを受け取っているんだけど、じゃあどうするっていう、自分が何か返せることあるのかなとか、この先ラバーズのカードです。はい、熊のカード、ソードの3番って出てるので、悲しみとか痛みとかっていうのは経験すると思います。なんでこう乗り越えられないのかなとか、なんでこういう関係なんだろうとか、どうしてそこから進んでいけないんだろう、悲しいなっていう気持ちお互い感じると思います。だけどそれから先ラバーズのカードが出てるので、2人のコミュニケーションができる時また来るよっていうふうに言われています。で、中には恋愛関係になるっていう方もいるかもしれません。ラバーズなので、またはラバーズは選択っていう意味もあります。どちらにするか決める。1枚どっちなのってことで見ていきます。ノルマンは12番コミュニケーションを表しています。なので今回このラバーズは選択というよりはコミュニケーション取れるよっていう風に読んでいきます。お相手とコミュニケーション取って仲良くやっていける、そんな未来が見えています。はい、また話せると思いますね。しばらくその関係性において悩んだりとか、悲しいなって思うようなこともあるかもしれない。だけどそれを乗り越えた先にはまたコミュニケーション取れるよとか、活発になるよとか、心の距離を感じていたんだけどまたぐっと近づくようなことがある、丁寧に育んでいける、そんな関係性だよっていうふうに言われています。あとは楽しいおしゃべりとか、そういうことも期待できそうです。何気ない日常の会話が増えていくとか、そういう意味が伝わってくるかなと思います。あとはですね、こちらから、オラクルカード引いてるのでメッセージ追加でもらっていきます。まずはこちらオラクルカード、そしてトランプ。このオラクルカードはツールというカードと、トランプは5番のカードです。ラッキーナンバーは5です。そしてあの人がこれからどうなりたいのかっていうのが、これから先の近未来、悲しみの先にってことで、この後とここに込められていると思います。最近のあの人は自分を整えたり前向きになろうと努力しているところです。あの人は一緒に成長できる関係を求めています。あなたと過ごす時間の中に心がすっと軽くなるような瞬間を見つけています。これからは無理に完璧を目指すのではなく、自然なペースで支え合いながら2人で成長していきたい、そんな静かな願いを胸に秘めているのかもしれません。そしてトランプからも開運アクションもらっています。ラッキーナンバーは5番で、ラッキーカラーはこちらの色から取っていきます。紫です。開運アクションは見えない優しさに気がつき前に進む時です。今もしあなたが少し大変な状況にいるとしても、決して一人ではありません。あなたのそばにはたくさんの見えない支援や思いやりの絆が存在しています。苦しい時だからこそ、人の温かさや心のつながりがより一層輝いて見えてくるでしょう。この試練はあなたがさらに成長し、新しい一歩を踏み出すための大切なきっかけになります。そして自分自身の本当の価値に気づくとき、この時期の開運アクションは周りの優しさに意識を向け、感謝の気持ちを伝えることです。ふと届いた親切な言葉、さりげない手助けに気づきましょう。家族や友人、同僚などあなたを支えてくれる人たちにありがとうと伝えてみてください。そうすることで心の絆がさらに深まり、あなたの再出発を力強く運気が後押ししてくれるでしょう。苦しいことがあっても助けてくれる人がいるよというメッセージ。そしてこのお相手とコミュニケーションを取れるようになっていくので、この時に改めて自分たちがどの方向に向かっているのかっていうのを感じてみてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これは冒険を表すカードです。心の冒険に出かけよう。カードのキーワードは冒険、直感、変化、自分らしさ、そして新しさです。あなたの中には冒険が大好きな心があります。知らない場所へ行っ
ったり、新しい人や文化に触れたりすると心が元気になって、自分のことももっと深く知ることができます。旅といっても遠くまで行く必要はありません。例えば、まだ歩いたことのない近所の道を散歩してみたり、ちょっと気になっていたカフェに入ってみたり、そんな些細なチャレンジの中に新しい発見やワクワクが眠っています。今のあなたには自分の直感を信じて動くことが大切です。やりたいことがあるのに迷っていたら一歩踏み出してみましょう。あなたの好奇心と感受性はどこへ行ってもきっと彩りを添えてくれます。はい、自分の胸のときめきに従って動いてみてねっていうことと、心の中の小さな違和感に気づいてねっていうことです。悲しいな、苦しいなと思うことがあっても、お相手とこれからねコミュニケーションまた取れるんだっていうふうに願いがあるので、この未来を描いていけるように今自分ができることはチャレンジしてみることだよ、冒険だよっていうふうに言われていました。ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。今回のテーマは、最近のあの人冷たくなったのは理由があるの？それとも私の気のせいっていうのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。テーマは、最近のあの人冷たくなったのは理由がありますか？それとも私の気のせいですか？というのをテーマに見ていきました。お相手の本音とか状況、現状、そしてこれからどうなっていくの、どうしたいのっていうのを見ていきました。いかがだったでしょうか？今回は4択で占いを行っていきました。それぞれのメッセージをお受け取りください。今回は共通メッセージでタロットカードから複数枚カードを出して共通メッセージもらっていこうと思います。今のあなたに必要なメッセージということでもらっていきます。はい、4枚出して見ていきます。共通メッセージもらっていきましょう。今のあなたに必要なメッセージ。ここで少し私の話をさせてください。告知です。この度サブチャンネルを開設しております。もうすでにしています。そちらの方で、星を読んでいきながら星読みということでメッセージをお届けしています。でこれから近々12星座別の動画も出していくと思いますので、ぜひご興味のある方はサブチャンネル覗いてみてください。約2週間の運勢だったりとか、その時々の星の動きに合わせたメッセージを配信しています。では、お待たせいたしました。共通メッセージめくっていきましょう。カード、ムーンのカード、はい、そしてペンタクルの3番です。そしてワンドのクイーンと、こちらのカードが太陽のカードですね。よかったということで、太陽は成功、恵みを表しています。そしてあなたが今すごく不安に思っていることがあるっていう風にムーンのカードが出てきているので、その不安、もやもや解消されていくよっていう風に言われています。そしてお相手とやっぱりコミュニケーションをとっていくことがすごく大切になってきます。お互いの歩みをちゃんと確認する。自分だけが一方的に不安になってるんじゃないかとか、自分がいっぱい連絡取っていて向こうが連絡少ないんじゃないかとか、バランスもう一回見てみてっていうふうに言われていますね。そして自分に自信がなくなっちゃいますよね。その冷たくなったっていうふうに感じると、話しかけるのも勇気いるし、なんか聞き出すのも勇気いるしっていうことで戸惑っちゃいますよね。それがもうカードに出てきていて、だけどあなたの自分の魅力を信じてって、もし自分の心を信じられないっていう風になっているんだったら、自分の気持ちを整理することをやってみましょうって。浄化する、リセットする、掃除するとか、自分の魅力アップのためにできること、自分磨きをする、運動するとか、美容にお金をかけてみるとか、
自分の魅力をもう一度確認してみてっていうのがアドバイスカードで入っています。自分に自信がないから不安になっちゃうんじゃないのっていうカードからのメッセージ。やがてしっかりとお相手と目をちゃんと見つめ合って話し合う時がやってくるから、その成功を信じて、あとは今大切なのはバランス取ることだよ。心身のバランス、お相手と自分のバランスどうですかって。または夜と昼のバランス、例えば夜眠れなくって日中眠くなっちゃうんですとかかもしれませんし、例えば食欲がすごく今食欲増加していて困ってるんですかもしれない。どこかしらのバランスが崩れてる可能性があります。しっかりとそれを見てください。自分で判断しづらいっていう方は、身近な人、お友達、ご家族に見てもらって、最近私顔色どうとか、どういう風に見えるっていう風に客観的なアドバイスもらってもいいかもしれません。はい、今は自分のバランスをまずは整える。その後に少し世界を広げてお相手と自分のバランスを見てみる。そうすると物事は明るい方向へと流れていきます。自分の魅力を取り戻す、再確認する時だよっていう風に入っています。自信を持ってくださいね。持てないっていうのは持つ努力をするということです。はい、そのように入ってきていました。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チラでした。